皆さんこんにちは。いつも動画をご視聴くださりありがとうございます。今回は2024年に差し越してきた付近を振り返る動画を撮ろうかなと思っています。よろしくお願いいたします。先ほど思い立って今急いで動画を撮っています。ちなみに今撮ってるのは12月31日です。今日撮って今日配信できるかどうですかね。というのも、年末っぽい動画を私やっぱり挟みたくなったんですよね、急激に。予定だったら、今は変わり飛車門亀甲を制作している過程を動画配信してます。今2回目のところまで配信していて、次は3回目なんですけれども、時期がちょうどね、年末年始になるので、やっぱ振り返り動画ってよくありますよね。それをね、ちょっと思い立ってしまったんですよね。なので、急いで私、YouTube で差し越してきた、2024年に差し越してきた付近を、もう振り返ってですね、集めてきまして、ここに持ってきました。なので、これを、紹介していきたいなと思っています。そして、あとはですね、私、ご質問をいただいていたものがありまして、すいません。ちょっと放置していましたので、そのご質問に答える、話を後半にしようと思っています。はい。では、早速いきますね。これちなみに全部で13枚あります。YouTube で制作過程はこれ全部、配信していますので、過去を振り返っていただければ全部載ってます。本当はもう他の YouTube に載せてない付近もあるんですけど、そこまで行くと私も把握しきれてないので、今回持ってきたのは YouTube で制作過程を見ていただいた付近になります。では早速行きましょう。2024年の一番最初に完成したのがこちらになるんですね。正確には2023年の12月あたりに作り出しましてですね、完成しましたって配信できたのが1月でしたので、これも持ってきました。寄せ木模様の付近になります。黄色の細めの糸で差し子しています。これね、寄せ木模様って、なんか不思議なんですよね。なんか積み重なってるようにも見えるし、麻の葉模様っぽくも見えるっていう。それがね、非常に面白いなと思って、これもね、何回か、YouTube で、制作過程を見ていただくのは、これが初めてですけれども、でも、もう過去に何枚も刺してきた模様でもあります。比較的好きな模様ではあります。はい。これが寄せ木模様になります。では次。その次に、やったのが、柿の花ですね。もう、一目指しと言ったらこれと、もう定番っていう感じで、この模様が一番好きっていう方も多いのではないかなと思います。なんで私、この時にこれ言ったんですかね。あんまり覚えてないんですけども、でもこれを差し子することによって、一目指しの、このね、接点のところですよね。これのね、練習になるんですよね。縦と横が接する、組み合わせによって模様が作られるんですよね。一目指しって。で、それがもう全部接するから、それのね、練習になるなとは思って、もうなんか、でも、まだね、やっぱね、わかんないんですよね。表からはいいんですよ。表を見てね、刺すから。でも、裏がどれだけ接してくれるかな、どういう針の角度とかね、微妙な位置加減とかね、あれでね、どういう風に裏は出てくんだろうみたいなのをすごい考えながら刺し子をしました。でもね、やっぱり達成感ありますよね。で、模様がね、不思議ですよね。表が、こっちが多分表だと思ってるんですけど。とにかく、同じようで微妙に違うみたいなところもね、面白いんですよね。はい。で、これが、柿の花で次が、これも人気じゃないでしょうか。一目指しで。人気の十字花刺しですよね。もう定番。
これも定番っていう感じで。あれですかね、柿の花をやって人目指しブームが自分の中であったのかな。やっぱり、これも一部分では接するところがあるから、やっぱそれをもうちょっと練習したかったっていうのもあったかもしれないですね。もうやっぱこれもね、達成感あっていいし、なんか裏がね、こういう感じで出るんですよね。すごい不思議。不思議。この表と裏の模様の出方の違いをこの味わうのもいいですよね。はい。で、次、これが十字花刺しで、次。ここからが、まあ私の好きな模様刺しに行きますね。刺し子の基本の本が私好きで、その本をいずれそこに載ってる模様を全部刺したいなっていうふうには思っていて、その流れでね、順番にこれやってった中で小持ち尻尾になりますね。はい、こういう感じになってます。で、小持ち尻尾はこれはですね、このピンクの小さい円が、もう非常にこう、大変だけどやっぱ練習にもなるしね。っていうところなんですよ。大変っていうのはどういうことかっていうと、やっぱり、つなげられないんですよ。なんとか私ね、裏で重ねたりとかして、なるべく針に糸通したら、その糸をできるだけ、その短くなるまで差し切りたいみたいなところを頑張ってルートを探すタイプの人なんですね、私は。なんですけど、このね、小持ち尻尾のこのピンクの部分に関しては、もうどうにもこうにもなんですよ。2色使ってるし。で、同じ色だったとしても、やっぱここからここってやっぱ難しいし、だけどというか、横切るようにもあんまり私したくないんですよね。っていうことを、まあ、いろいろこうね、ぐるぐる考えたんですけど、まあ、これはやっぱり一個ずつやるしかないっていう結論に達して、ひたすら頑張ったなーっていう。でも一方で練習にはなるんですよ、やっぱりね。この繰り返しが練習になりますので、ひたすら頑張って差し越したので、そういう意味では達成感のある、はい。ちょっとそこのね、思い出深い模様ではあります。はい。小持ち尻尾でした。で、次。はい。ここで土定番の朝の葉模様ですね。朝の葉模様は私はこれよりも一回り模様が小さいものはもっと前に一通り、書くところからね、差し越してっていう全部何回かの動画に分けて投稿したことあるんですけど、この模様の、模様は同じだ。大きさがもうちょっとね、一回り大きい朝の葉ではやったことがなくて、なおかつ、刺し方もね、違うんですよね。これよりも小さいところでやったのと違って、まあ、でもこれがいわゆる一般的な、朝の葉の刺し順で私は刺した感じですね。ここにこう、うっすら見えると思います。通ってるとこが。で、これよりも、もうちょっと小さい朝の葉の時は、あえてここね、通さない刺し方でやってるんですよ。でそれは、一通り、動画でもう配信してるんですけれども、まあ、そっちは配信してたけど、この大きさでは配信してなかったなって思ったので、作ってみました。まあ、こう、一回り大きくすることによって、で、差し子糸も、太めのものにすることによって、やっぱちょっと雰囲気がね、同じ模様といえども変わりますから、その違いを楽しみたいと思ってですね、作ってみました。はい。私時々ヤフーフリマの方に自分が書いたものを出品していて、それの模様でもあります。模様大きめ、朝の葉の模様大きめになるとこれになります。はい、これが朝の葉模様でした。次。これも刺し子の基本の本に載っている模様が、続くから3枚続けてね、見ていただきますかね。はい。1、2、3。はい。3枚続けて。まあ、さっきも言ったように、その本に載っている模様を
一通り刺し切りたいと思う中で、こういう風に刺していきました。俵尻尾をサイコロ崩し、たすき星ですね。その3枚模様出しになります。まあ、私やっぱりでもというか模様出しが、基本は模様出しが好きなんですよね。で、このあたりの模様なんかは、針目の間隔とかをね、決めて、一旦決めれば、もうそれの繰り返しになるので、その繰り返しを淡々とやっていくのが楽しいっていう感じですね。でサイコロ崩しはほんとこう下に置いちゃった方がより伝わりますかね。なんとなくこうボコボコしてる感じが非常にこう不思議な模様で、これもいいですよね。はい、で、たすき星。これはたすき星になりますね。これもこうなんか、この流れと、こっちの流れによって、ここの星、この小さい星がね、浮かび上がってくるので、この針目のところですね、ここのちゃんとこの、くの字になってるところ、これをね、やっぱ綺麗に出してあげたいなとか思いながら、ここをこう進めるときもね、ただただやっていくだけだと、ここがね、ずれちゃったりするので、ここにしっかりくの字に乗るようにっていうのはね、非常に気にかけながら差し越しました。ただただこう線の通りにね、進んでいけばいいだけの話ではあるんですけれども、その中でも針目のこの入る位置、入れる位置と出す位置がね、ずれてしまうと、こういう風に綺麗に出てこないので、そのあたりを考えつつ、裏から見るとこのような感じになってます。はい。では次が、変わり大門ですね。これはですね、私は、差し子する上ではすごい好き。だけど、これに関しては書くのちょっと大変だったなっていう印象があります。だから、書くところがピークだったっていう。大変さのピークは書くところ。もう差し子するところはただただ楽しく淡々とやっていったっていう感じの付近になります。表から見て、表、多分こっちが表かなというのも表も裏もね、同じなんですよ。見え方として。でも多分こっちが裏だと思います。なぜかというと、こっちの方が私見慣れてるからです。見慣れてるか見慣れてないかで表か裏かわかるんですけど、多分、そうですね。こっちが多分ね、表だと思います。あ、でもこういうのね、私、好みですね。だから、鞘型も、私これ差し越した時に、鞘型も久しぶりに刺したいなって思いながら、多分ね、2025年度には1回は刺すだろうなと思います。これくらいの、細めの糸で、できるだけ細かくっていう感じで、ちょっと刺してみたいなと、今は思っています。だからどこかでもしかしたら、YouTube で、鞘型やったことあったかなもちろん私は刺したことあるんですけど、何枚かあるんですけど、YouTube ではやったことないかなどうかなでもまあね、同じような感じになるんですよ。それもそれでね、楽しいんですけど。で、今のが以上が、収録動画の方のものですね。で、今、収録動画でやってるのは、変わり飛車門亀甲なんですよ。で、それ途中までなんですけど、今ここに持ってきて見ていただいちゃうと、3回目の動画の、次の配信する動画のなんかネタバレみたいな感じになっちゃうので、そこはちょっとお見せできないので、まあ次のね、変わり飛車門亀甲の3回目の動画をお待ちいただければと思います。では次、ライブ配信でやってきた模様になります。はい、これが一番最初に私がライブ配信。ですね、ライブ配信始めたのは2024年3月30から始めています。で、その時は、これは、もうすでにある程度指してたんですよね。
で、その時ライブ配信やろうと思って、何人でも模様いいかなって思った時に、ライブ配信自体に慣れてないから、じゃあ、とにかく刺したことあるやつを刺そうと思って、ちょうどこれが途中までだったので、これ代わり米刺しなんですけど、これ朝の葉に続くか、朝の葉模様以上に私これ刺してる。だからもしかしたら順位塗り替わってるかもしれないですね。それまでは朝の葉か尻尾つなぎが私多かったんですよ。何回も刺すのが多くて。重ねマスつなぎも多いかもしれないけれども、多分朝の葉とか尻尾つなぎの方が多いかな。で、その中で、これもだいぶ連続じゃないですね。何回も繰り返し糸を変えて刺してきた枚数多いので、もしかしたら今もう塗り替わってるかもしれないんですけど、なので言いたかったのは、ライブ配信がやったばっかりの時に、不慣れな中で、刺す模様としては、ある程度刺してて慣れてるものがいいなと思ったので選んだってことですね。で、これが、ライブ配信中にやっていく中で完成していったってことですね。はい。これが1枚目になりますね、ライブ配信で。で、その次が、こちらになります。もう、一目刺しの土定番の一目刺しの朝の葉ですね。でも私、刺したことがなくて、朝の葉模様としては刺してきましたけど、それはもうあくまで模様刺しの方であって、一目刺しの方の朝の葉は刺したことがなかったんですよね。で、憧れの模様っていう感じがしましてですね。で、いつかは刺したいと思っていて、これ、ホビラホビレさんなんですけど、印刷されているものだから、じゃあこれでちょっと挑戦してみようかなと思いまして、ライブ配信でやってみました。達成感はあるんですけど、やっぱり難易度高い。私にとっては。すごく難しいです。で、これ私、これ赤ですけれども、ライトグレーで同じのをまた刺したんですよ。で、それはね、確か、11月、12月、12月の中で最近完成した付近で紹介してる動画があるんですけど、あの中でね、このライトグレーの版の方は見ていただいてます。で、だから2枚刺したことになるんですけど、それでも、その時も言いましたけど、全然私この模様とまだまだ仲良くなれてないです。はいはいはい、みたいな気持ちにまだなれないんですよね、これはね。もうちょっと仲良くなる必要がある模様だなと思っています。で、いずれ方眼から差し越してみたい憧れの模様ではあります。次。これが方眼刺しになります。その次にライブ配信で刺したのが方眼刺しになります。いや、これも完成してこう見ると、案外いいんだっていうどういうことって感じだと思うんですけど、これすごい刺してる間に、違和感っていうか、これ大丈夫って思いながら刺した印象があったんですね。で、それはなぜかというと、特に斜めの、まだいいんだ。この後ろ側に出てるこの斜めの、この、二重に斜めにクロスしてるとこあるじゃん。全部それなんですけど、この針目の幅がですね、思ったより、実際針を通していくと案外幅が広いんですよね。で、こんなに幅広いんだと。見てるんですけど、やっぱね、見てるだけと、実際針を動かして感じるのではやっぱ違うなと思いまして、私の場合は、針目の幅広いって思いながらやってて、で、案外、斜めだしね。通ってるのが斜めだし、斜めの方が糸こき難しいんですよ。この、さらしに対して直線に行くのと、斜めに行くのでは、糸こきでね、馴染むようにね、するためには、斜めの方が難易度高い上に、今までにないぐらい幅が広くて、すごいこれはね、悩みながら針を進めてたんですよ。大丈夫これみたいな感じで。で、糸こきの感じもわかんなくて、頑張れば頑張っても、かえって馴染まない。だから最終的にはちょっとピッって調整することで、なんとか、うまく
できるようになったんですよね。で、まあなんかそういう苦労があったなっていうふうに思います。で、まあ仕上がってこうやって見てみると、あれ、なんかいい感じに馴染んでくれて、案外大丈夫だったと思って、すごいだから、あれだけ幅の広い針目、私が差し子する中では幅広い針目だったんですけど、その感覚がね、これでね、つかめて、他の模様でも幅広いのあるんですけど、まあちょっと次の紹介するこのクラッカーもですね、次、ライブ配信これが完成したら次こっちに行ったんですよ。これクラッカーなんですけど、こっちも、裏見るとこの針目の幅が広いとこあるんですよ。一部ね。一部もあって、その時も、動揺せずにさせました。要するにこっちで、この斜めの針のこの幅が広いのを、だいぶこう経験したことによって、慣れてきたっていうのがありますね。だからこっちでも一部分、斜めの幅が広いとこあっても、なんか大丈夫っていう感じで、そんなに戸惑わずにできたので、やっぱこういう積み重ねっていうものが、模様が違っても、似た部分があれば、活かされるなっていうのをこう感じながらこちらは刺しました。いや、クラッカーはですね、可愛いです。可愛い。これ私、もう一回差し越したいなと思って、今紹介したもの全部ホビーラホビーレさんの差し込んでるのなんですけど、また買ってます、これ。全然、まだ刺してないんですけど、いつ刺すかもまだ決めてないですけれども、とにかくこれはもう一回やりたいと思って、色変えて、刺そうと思ってます。それがね。いや、ちょっと気に入ってしまって、これ可愛いでしょと思って。で、これ初めてだったので、表から見た分にはいいんですよ。そのままやってますから。で、裏がどう張り目出るかっていうのがわかんなくて。で、これのね、完成品見ていただいた動画でも言ってるんですけど、やっぱポイントは私、ここがね、うまくまだ出せなかったんですよ。ここのところがうまく出せなくて、糸がこう引き連れちゃったりするような箇所があったので、次差し子するときは、そのあたりのこの経験を活かしてですね、あまりこう糸が引き連れないようなルートをこう考えながら刺そうと思っています。はい。これがクラッカーですね。そして、それが終わって今、ちょっと少々お待ちください。現在のライブ配信でやっているものですね。まだ完成してないんですけれども、それがね、こちらになってます。なんか最初からそう決めてたわけじゃないんですけど、結果、ライブ配信やるようになって、最初だけ代わり、米出しやったんですけど、それ以降は全部ホビーラホビーレさんの一目出しを選んでます。なんかライブ配信でやるのは、なんか、それがいいなってちょっと思ったので、なので、どちらかというと、ライブ配信では一目出し。で、収録動画の方では、模様差し。模様差しだったら、書いたりも私してるので、その辺からも見ていただけるかなと思うので、多少はそういう傾向があります。で、今、ですね、花の輪の方が、やっと、昨日のライブ配信、だから12月30の朝にライブ配信して、今年の2024年のライブ配信はそこまでにさせていただいたんですけど、その時にまずね、横をやって、全部やって、縦をやって、もうそれが全部終わって、そして、12月30のライブ配信からやっと斜めにね、行ったんですよ。ここだけ。なので、2025年になってから明日からそうなんですけど、明日以降、でもライブ配信はもうちょっとね、年始めのところはお休みさせていただいて、6日あたりからかな、どうしようかな。そのあたりはまたお知らせ出てくると思いますけれども、そのあたりからライブ配信やるときはここの続きからやります。ここからこう。で、ライブ配信のときは私は、ライブ配信で決めた付近はライブ配信をするときだけ指してるんですよ。だから今ちょっと、年末年始でライブ配信お休みしてますけど、その間にちょっと進めますってことはしないです。それ勝手な自分ルールでやっています。最後の仕上げとかですね、全部差し子終わってこういうこことかを閉じていく仕上げとかだったら、私の宿題とさせていただいて、やるんですけど、ライブ配信でやるときは、差し子するときはね、もう、その時だけっていうふうに決めてやっています。ということで、これがね、今の
ライブ配信で差し越している模様になってますので、今後ライブ配信を見ていただくと、これの続きをただ、黙々と、黙って、たまに喋りますけど、黙ってやってます。そういう違いがあります。収録動画の方はひたすら、ここがこうだったんですって喋ってますけど、ライブ配信の時は、黙ってやってるので、まあ、一緒に差し子をするもよし。好き好きに皆さん、ライブ配信の方も見ていただけましたら嬉しいです。はい。以上がですね、2024年に、差し越してきた付近になります。ね。ちょっとね、いくつかね、並べますかね。背景が寂しいので、ちょっと並べて。で、ここからは、そう、質問をね、いただいていて、なんか答えられないまま、日々が過ぎていってて、本当に申し訳ないなと思ったので、まあ、ちょうどここのいい、最後の動画で、2024年最後の動画のところで、そのことを話せたらいいなと思って。質問いただいてたのがね、何かっていうと、まずはね、刺し子との出会い、きっかけ、魅力ですね。それは何ですかっていうところをいただいてたので、そのあたりをざっくりお話しさせていただくと、一番最初のきっかけは、刺し子ってそもそも何かを知らない時代がありまして、私の中で申し訳ないんですけど、刺し子と共に生きてはきてないんですね、私は。知らない。刺し子って言葉も、刺し子って言葉も知らなかったんじゃないかな。で、じゃあなんで知ったのって言ったのを思うと、やっぱ手芸屋さんの刺し子コーナーですよ。キットで売ってますよね。で、その時に、2019年なんですけど、その時に住んでたところが今と違うんですけど、ホビーレさんがあったんですよね。まあ、行ける範囲でね、実店舗があるところとないところあると思うんで、私があの時住んでたのは行けたんですよね。で、たまたま手芸屋さんに行って、ホビーレさんって、結構並んで、まあ、この辺もそうですよね。ここね、この辺りね、この辺とか。で、毎月出してますよね。何か新作みたいなところもあるし、あと、店舗で、売り場で、完成したのがこう全部並んでるんですよ。ホビーレさんだと。で、あれに、いいなって思ったんですよね。なるほど、と思って。でも、一番最初に買ったのは、麻の葉の、私すごい過去に初めて刺した付近で動画ご紹介してるんですけど、あの時は多分オリンパスさんの麻の葉の大きい針目のものだったと思います。だから、とにかく手芸屋さんの刺し子キットで見たのが初めてなんですよ。で、手に取ったのはその麻の葉だったんですけど、ただやっぱ印象残ってるのはやっぱホビーレさんのはやっぱちょっとこう楽しくなるじゃないですか、あの辺を見ると。あったんですけど、ただ、一回刺してみたときに、でもそれ多分ね、そうだ、2016年だな。すいません。話が前後してますね。そう、2016年頃に手芸屋さんで、それはホビーレさんじゃない手芸屋さんで見たんだ。それで麻の葉模様を刺したんだ。そしたら刺したけど、なんか、そこから継続するまでにピンとこなかったんですよ。そうだ。すいません。記憶を思い出した。で、それが2016年くらいなんだ。で、そしたらその後に、インスタグラムっていうものが出てきましてですね。まあ2016年にもうすでにあったかな。でも、たまたまその刺し子の投稿されてる方とかのを見たときに、刺し子ってこんな風にいろいろ模様あるんだね、みたいなことの、やっぱ、相性いいんですよね。刺し子とインスタグラムって相性がいいから、それで、なるほど、こういう感じなんだっていうのが、分かったときに、ホビーレさんで行ったんだと思います。そうだ。それが2019年になるんですよ。だからね、そのね、間にね、刺してないんですよ。その1枚で終わってたんですよ。図書館の手芸のコーナーで刺し子の本とかも見ても、並んでるじゃないですか。あれを見てもね、あんまりね、ピンと来てないんですよね。その間に見たんだけど。来てなくて、インスタグラムで見るようになって、それでホビーレさんの店舗に行ったのが多分2019年くらいなんだ。そうですね。そのあたりから、私は継続して刺し子するようになったんですよ。ホビーレさんのものから買ってやっていて、で、それがインスタグラムの投稿開始とともに来ている感じですね。なので、
まずは、その手芸屋さんのキットで見かけました。そして、インスタグラムが影響して継続するようになりました。あとは、やっぱりこの刺し子を知っていく中で、その間に本もやっぱ同時に見ていくんですね。最初ピンとこなかったけれども、好きになったから、もうちょっと、過去の刺し子の本見ようかなと思った時に、やっぱこの辺を手に取るわけですよ。そうした時に、なんか、手芸って一言で言い難い、この生活に密着してたんだな、刺し子って、みたいなことの感動みたいなのをやっぱりね、思うんですよ。この中に。これ、こっちの初版は私より年上ですね。同じ年ぐらいかな。何年かなちょっとちゃんと見てないですけど。まあ、それくらい前の本で、だから写真とかも、なんて言うんですかね。祖父母の家を思い出すみたいなぐらいなイメージの写真で、生活の中にあったんだな、刺し子って、みたいな。私はこの手芸の一つだと思って入ってるけれども、いや、もともとはやっぱり布の補修とか補強とかなわけだから、その生活の中に当たり前にあるものだったんだなっていうのを、こういうのを見ていく中で後付けで私は感じていて、で、不思議な感覚になるんですよね。時代が変わっても同じことやってんなっていうのがちょっと面白かったというか、すごい味わい深いなと思って。で、本だからちょっとね、裏とか、表紙とか裏しか見せられないんですけど、こういうのとかを見たときに、あれ、私やってんじゃん、今も、みたいな。同じことやってるじゃんって。なんかそこがね、非常に面白かったというか、なんかね、いい味わいだなってちょっと感じた部分と、あとは、これだったら、これ初版がいつだろう。ちょっと待ってくださいね。裏を見ると、少々お待ちください。初版だとこれ1977年ですね。これ初版ね。まあこれはもう第何版のものを買ったんですけど、これはね。でも、その1970何年な、77年か。それぐらいの時のことを、まあそれよりも前から差し子ありますけど、思った時に、もう当然ネットなんかないわけであって、私はほら手芸屋さんに行って手芸の一つとして入って、その後にインスタグラムで、こういう風に刺してる人いるんだなっていうのを見て、みたいなことでこう入ってるけれども、この時代そういうのはないんだから、って思った時に、この家仕事の中でできる自己表現の一つだったんだろうなっていうことをなんか感じたんですよね。ネットもないから誰かに見せるとかではないけれども、でも日々やらざるを得ないことがあって、で、それが家の中のことで、で、その中で自分の個性を出すことができるものが刺し子だったんじゃないかな。補修の時に何の糸でとか、で、それどういう風に刺すかとかのもあるし、この付近だったらこの付近のね、模様とかね、色とかね、それで彩りを添えたりとか、できたわけですよ。それのこう貴重なこの一つが刺し子だったんだろうなとか、なんかこういう本を見てね、勝手に想像をしたときにすごい奥が深いなっていうことを、なんか自己表現がね、家の中での、家の中のことをやる中においての日々の暮らしの中の自己表現の一つの数少ないことがこの刺し子だったんじゃないかな。こういうふうに布巾にするもそうだし、着るものにちょっと彩りを添えるのもそうだし、そこでの、もしかして楽しみだったのかもしれないなとか、なんかそんなことを思った時に、なんかすごい奥が深いなと思って、なんかちょっと魅力に引き込まれて。だから、できるだけ、こういうね、できるだけ伝わってる模様っていうか、模様差しまあ、いや、一目差しもありますけど、なんかこういう感じで、ね、今まであっただろう模様をできるだけ私はひたすら刺したいって思って、いわゆる伝統模様っていうのがものすごく
好きですね。だからそれがこう魅力ですね。ただのこの手芸の一つとは、何ですっていう、説明だけではしがたいものが刺し子にはあるなっていうふうに思って。そういうのが、なんか魅力だったので、まあ、これだけ続けているっていう感じですね。で、あとは、YouTube を配信しようと思ったのはっていうご質問もありまして、これがね、ちょっと多分他の人とは違うんですけど、まあ、こういう自分の好きなことをひたすら話してるわけですよ。だから、こう制作をしていて、ここのところはこうだったとか、さっきのね、ここの模様のところがここが大変だったとか、刺してみてこんな感じだったとか、この模様を描いてみたとか、もうひたすらやってるわけですよ。それって自分が好きだからやってるんですよ。好きなことを好きなように話すのが私は楽しいわけですよ。だから YouTube をやりたいっていうよりは、とにかく好きなものを喋りたかった。話すのが好きとかそういうことじゃなくて、好きなものを自分のペースで自分の好きなように話すのが好きで、それを思ったら、ポッドキャストが私は好きなんですよ。なんだけど、例えば、本を読んだ感想とか、映画を見た感想とか、それだったら、音声だけでいいでしょう。賄えるでしょう。でも、刺し子のことだけは、映像がないと、どうにもならないっていう。実際にこれをね、こう、だって、映像なくって、代わりライモンがって言っても、なんだよそれっていう話になっちゃうので、代わりライモンのここのところがって言って映像があったら、ここねってわかるんですけど、さっきのこのクラッカーの裏のここの交点の張り目がって言って声だけしかなかったら、何が何だかわかんないわけですよ。で、写真で、声と写真もやっぱ限界があるんですよね。って思った時に、やっぱりリアルタイムっていうかこの映像を見ていただきながら、ここのところのクロスするところがとか、この針目の長さがとか、ここから針を出してとかっていうのを、まあ私はただただこう考えた、なんかこだわった、気をつけた、気にかけたことを喋りたい。それがちょっと楽しい。それでこういうふうにね、完成していくわけだから、完成しましたみたいなことを言ってるわけですから、それが楽しい。で、それの、どこをどう表現するかってなった時に、インスタグラムだけではなんかそこまでが言い切れないんですよね。完成品とかをこう、作ってきたものを見ていただくんだったらいいんですけれども、もうちょっと事細かく、刺し順とかね、そうそう、刺し順こんな感じにしてみましたとか、いうのとかをやるのはちょっと難しいんですよね。他の写真だけとか、声だけとか、より、だと難しい。ってなると、やっぱ実際に動いてる、どうしても針でこうやってやってきますからね。ことの相性ですよね。それが、まあ、インスタグラムでも動画できますけど、どっちかっていうとこう、インスタライブですよね。いや、あれはちょっと難しいなって思ったので、まず私はこれは収録動画の方から淡々と2年間くらいまずやったんですよね。で、その後に2024年からライブ配信の方やりましたけど、でもそれまでこうやってきたものがあるからライブ配信はできたんですけど、なので、とにかくこうやって映像を見ていただきながら、実際針を動かしたところを見ていただいて自分の感想を語れるのが YouTube しかなかったんですよ。という理由で YouTube を始めています。まあ、それをね、見ていただいている方がいらっしゃったらありがとうございますっていう感じだし、あと私は何かこう作り方を教えます、お伝えしますってことはできなくって、なんかこんな感じでやってましたみたいなことしか言えないんですけど、でもまあそれを見ていただける方がいらっしゃったら嬉しいなとも思って、それで続けています。で、あとは、まあプラスで言うとライブ配信を始めたっていうところは、だから収録動画を投稿し続けて、2022年からやってたのか。で、2年くらい経ったんですよね、あのあたりで。で、そのぐらいになった時に、何か一つね、プラスでやってみようって思って、さらにこうね、ライブ配信を付け加えるっていう感じになったんですよね。
ちょっと何かね、あの時期はね、新しいことをやりたい時期だったんでしょうね。私の中で。で、その、ライブ配信もやるようになって、今は収録動画の方は結果ね、週1回上げれるかな、くらいな感じですかね。で、ライブ配信は不定期で、やっている。まあ、週に、そうですね、3、4回 ?5 回の時もあるかな。ライブ配信はもっと頻度は多いですけれども、やってる感じです。はい。ということで、今回はですね、まずは2024年にYouTube の方で制作してきた、完成した付近を振り返ってみました。そして後半はいただいていた質問がありましたので、それにお答えさせていただきました。2024年もこれが最後の動画になります。はい。細々と、継続して、配信し続けることができました。2025年もこのペースで、やることは同じです。ただ模様とか色が違うだけです。やることは変わらないと思いますが、私はこれが好きなので、模様との出会いは本当刺し子やってるっていう意味ではずっと変わんないんですけど、でもやっぱ模様が変わってくると、また、こここうなるのね、みたいななんか新たな発見とかあったりするわけで、もうその模様がね、無限大にあるのでね、まだまだやることは尽きないなぁと思っています。はい。では、年内最後の動画と思って今収録を撮っていました。皆様良い年末年始をお過ごしください。では本日の動画は以上となります。もしよろしければチャンネル登録や高評価をしていただきますと、このように動画にする励みになりますので、よろしくお願いいたします。最後まで見ていただいてありがとうございました。